バルサエミシ50です。ダメか。はい。岩が沈んでるんで、そこからのところで視認性とかそのサミングのしやすさとかよりもそこを一番重視してるからマックスパワー。伊藤クラフトボーイ 50S からスタートです。基本的には普通の一般的な渓流でパイロット的な存在で、まずはサーチ的な感じでここからアップストリームの釣りで入ったりしてます。水が少ないんで一つサイズをダウンして42の S ってやつに交換します。雨降ってないんでちょっと厳しそうですよね。全然水が平水よりもさらに落ちちゃってて、かなり厳しいかなって感じですよね。むずいね。ラインはスーパートラウトアドバンスマックスパワー P の、X8 の 0.65。 P ラインっていろいろななんて言うんでしょう、性格というか、例えばどこを重視するかっていうことなんですけど、飛距離だったり、サミングのしやすさ、視認性、高比重とか、あとは糸絡みが少ないとかで、人それぞれ多分その重視するとこが全然違うと思うんですよ。で、僕の中で一番やっぱりそのヤマメを釣りをするにおいて飛距離を重視してるんですよ。で、マックスパワーが糸は柔らかいんだけど表面がツルツルしてて滑りが良くて、当然そうなると摩擦抵抗が少なくて飛距離が出るんで、視認性とかそのサミングのしやすさとかよりもそこを一番重視してるからマックスパワー X8 を選んでる理由ですね。はい。あんまり視認性は特に。例えばそこのポイントとか、石がゴロゴロ入って白輪が出てるじゃないですか。そういうところだったらその表面が波立ってるんで、色付きの糸とか入れても魚から見た時って上を見た時ってゆらゆら揺れてるイメージなんで、若干色付きでもあんまり影響ないと思うんですけど、こういうふうにちょっと鏡っぽく、水面が穏やかな時なんかだとやっぱり色付きがどうしても魚に警戒されやすいかなって自分はちょっと認識してる部分があるので、あえてこのステルス製の系のラインを選んでるっていうところですね。で、リーダーは、トラウトショックリーダー5ポンド。もう、ナイロンリーダーを使うことはない。いろいろ使ったんですけど、自分の中でプロに落ち着いてるんですよ。で、それも理由があって、もうほぼ8割9割かな、ミノの釣りなんですよ。で、どうしてもヤマメってかかって取り込んだりかけて手前に寄せてくるとくるくる回るんですよ。で、そうするとナイロンだと糸がここの部分が結構カールするんですよね。カールしちゃって、でもフロロの方がそれが極力なりにくい。でも本当ナイロンのいいとこもあって、やっぱしなやかさで伸びがあってバラシが少ないっていうのもあるんだけど、自分はそれよりもやっぱここをカールするのが嫌で、せっかくミノをキャストしていいとこ入った時にフロントフック拾ってましたっていうのが嫌だから、もうカールすると常にここが引っかかったりするから、それも嫌なんで
できる限りこの張りのある直進性が欲しいっていうんでトラウトショックリーダー5ポンドなんですよ。5ポンドの5ポンドは前後とか上下する。4とかやっぱ6もいろいろ試したんですけど、4はまずさっきの理由じゃないけど、まあ細沢とかで使ったりすることもあるんですけど、やっぱ細ければ細いほどカールが出やすい。はい。でなおかつ6になるとやっぱ若干、使わないこともないんだけど、ちょっと水切れが悪いかなっていう感じる時あるから、まあその絡みにくさとか魚とのやり取りのいいとこ取りをすると、まあ今はちょうど5でこう収まってるかな。ようやくする、なんか嬉しい、こんなんでもやっぱイワナですね。よし、交換します。アイスプールに持ってる。アイスプール1個入れてますよ、必ず。同じ、同じのでね、そう組んであるんですよ。06の5でトラブった時とかのために。本来ならばノーマルのスプールを使いたいんだけど、アベールさんのエッジが切ってあって、で浅溝でラインの保湿がね非常に良くて飛距離もよく出ますよ。やっぱりどうしても渓流はね、足場がこんなに悪いんで転んでスプールエッジを傷つけたりとかもあるじゃないですか。そういうことも踏まえて必ず1個は最低1個は持ってます。やった、やった、嬉しい。裏はバルサエミシ50です。なんでしょう、やっぱ渇水してるから少しでもその水の動いてるところをちょっと意識しながら、浅いところでもなおかつ石が入ってるところでちょっとくぼみがあるようなところ、そこをちょっとね意識して狙って、でアップだと引ける距離も短かったんで少しクロスで見ててっていう感じで、はい、そしたら石のちょうど影から出てきましたね。まあやっぱちょっと魚の活性は低くて追ってくるっていう感じではないですよね。やはり流れに対してドリフトかけて流れの中でこう食わせるっていうイメージを作っていかないと魚は出ないのかなって感じなんで、もう直撃です。出るとしたらもうね、あの辺ですよね。でも出てきてくれればな。ダメか。はい。もうここで出なきゃっていうところで流れの筋から消えてるところで、まあ多分見えてないけど追っかけてきて岩が沈んでるんで、そこからのところで食ったって感じですか。4人のね対物深かったんで、やっぱり少し棚をね沈めたかったですね。バイバイ。あー、めちゃくちゃ強い当たり。うっそ、かかんねえのかよ。もうダメだね。これは今手前にいたやつですね。さっきのも欲しかったな。すいません、上がります。
本当に時間がなくてこう1時間2時間の時は10秒ノットっていうのやるんですけど、まだ半日残ってるんで FG ノットで組みます。これそうなんですよ、ちょっと曲がっちゃってるんですけど、製品はちゃんとまっすぐしてます。はい、これね超便利なんで、っていうか私これないと組めない2、3交互にあります。はい、10、はい、これでこんな感じでできたら、これを抜くんですけど、こうやってやると引っかかって抜けないので、ここでリーダーをここの穴から外して、こんな感じでポンとここで攻め込んでいって、こっちを外してきます。ゆっくりで、そうすると色が変わってくるんですよ。グレー色に透明感が出て、そしたらこれで完了で、 FG ノットって人によってね、もうみんなまちまちなんで、どれが正解っていうのもなくて、すっぽ抜けなければねいいと思うんですよ。で、私は本流の釣りもやったりするんで、編み込み10回のハーフヒッチは本流の場合ちょっと5回ぐらいとかね、渓流は3回みたいな感じなんですけどね、そこが若干ちょっと違うところではあるんですけど、こんな感じでやってます。長さね、本当はできる限り取りたいんです。はい、なぜならその P がさ低比重なんで沈まないんですよ。だからレンジに入らなかったりするんで、それがどうしてもちょっとやっぱり不都合というか不利な部分もあるんですよ。はい、ただリーダーをね長くしすぎるとなんて言うんでしょう、 P のねメリットも活かせなくなってしまって、ルアーのアクションがしなくなってしまうっていうのもあるので、バットガイドとその上のガイドのこの辺あたりに来るようにルアーの垂らしを入れて、なので 1m10 とか、1m約、そんなもんかな。はい、で切れる時ってこの結節のところが多くってスナップのところとか、もし不安でこう釣りをされてる方とかいたら、ぜひこのダブルユニノットっていうのをね試してもらえたらなって思います。やっぱり深くてもちょっと流れが効いてるところの方が反応がいいんで、白輪付近からもう行っちゃいましょう。チェイスないですね。奥の白輪を狙うイメージでちょっと狙ってみたいと思います。小さいですね。手前できた魚で全然白輪のところに入ってる魚を狙ってるイメージではないですけど、ちっちゃいの。でもヤマメ綺麗ですね。やっちゃった。もうちょっと足元まで来なそうだから、だったらミスしないように深いところで流れを通せるようにこっちだな。こいつじゃないよね。ちっちゃいけどよかった釣れて。もう浅いんでボイ 42S 一択ですね。この辺をねちょっとメインでいつも使ってます。基本でも渓流の時はアップで釣り上がる時はバルサがほとんどなんですけど、時と場合によってはサイドダウンとかの釣り多くて釣りする時はインジェクションも使ったりとかしたりしてるんですけど、でも基本はほぼバルサ。一番出番多いのは川の規模にもよりきりなんですけど、見てくださいよこの使い込みを。すごいでしょ。ほらこれね、一番好きなルアーボーイの 42S。 もっとちっちゃいサバスジみたいな小渓流で使うんですけど、最近そういうとこはすごく好きで、あとね
お友達がね作ってるねミノがあって、地蔵ルアーミノってやつ、僕と一緒でカーニナル使ってて、でなおかつ 510UL とか伊藤クラフトの竿にもドンピシャで合いますんで、はい、同じバリバスの熊谷さんが手掛けてる山瀬ってやつですね。それの重たいやつ 6g ドボンって沈めて釣るやつなんですけど、アップで沈めてレスポンスよく動くってやつですね。これとか、はい、これ待って、巻きすぎた。ちっちゃい罠ちっちゃい罠。はい、自分の、釣りにおいてやっぱりどうしてもね、飛距離っていうのがすごくなんだろう、自分の優先順位の中ではかなり、占めてる部分になりますので、それがあるからこそ、ね、マックスパワーX8 をね使ってるっていう理由になりますかね。はい、一番の理由としては。はい。